売り場は今日も戦場です。はい、はい、これはアパレルの経験が10年ほどあるんですけれども、そこそこやりましたね。そこそこ、そうですね、結構戦場を転々としまして、でその中で特に印象深かったエピソードっていうのをギュッと詰めた3冊になってます。闇が濃いです。まあけどね、このくまちゃんが善蔵さんご自身っていうキャラクターになってるんですよね。あ、そうなんですよ。もうなんか人間を描く気力がなくて、はい、くまにしました。まあけどね、やっぱ私も結局去年善蔵さんがね、そのアパレル系のお仕事の話を SNS で配信されていて、それ見てですね、実はお声掛けさせていただいたんですよね。はい。はい。それでこの人おもろいなと思って、でツイッターでダイレクトアタックしたもんね。そうですね。7時間15分でアパレルを辞めたっていう話を、7時間15分で仕事辞める人あんまりいないと思うので、まあね。これは貴重な経験したと思って、夏の青空に励まされて書いてみたんですけど、めちゃめちゃバズりましたよね。もうそうですね、27万ビューとかいってて、で何万リツイートとか何万フォローとかがついていて、もう本当に通知止まらんっていう状態になりました。ですよね。はい。そして次、勇者魔王。はい。勇者魔王はこれは完全にオリジナルなんですけど、ちょっとこれ前回の放送の時にもちょこっと言ったんですけど、RPG あるあるで、割と勇者が倒された時に魔王が勇者から力を奪ったりとかするじゃないですか。で勇者の力を奪ったら、勇者の力を持ってる人が勇者になるんじゃんって思って、で今回魔王が勇者になるっていう。これはちょっと読んでいただけると、魔王のパラドックスにすごい、なんでしょうかね、心配していただけるんじゃないかと思います。カラーなんですよね。そうなんです。これはすべてカラーで書かせていただきまして、で全体的にほのぼのとしたギャグを目指しているんですけれども、魔王出てくるからって言ってそんなに残虐なシーンもないですし、でRPG あるあるがいろんなところに詰め込まれているので、ゲーム今まで遊んできていただいた方だったら、これ元ネタあれかなみたいなのがなんとなく分かるようになってます。了解です。そして、去年ですね、私の方からお声掛けさせていただいて、善蔵さんに書いていただいた「戦場の風雅」の、いわゆるエッセイ漫画が、こちらでございます。はい、ちょっとね、6ページ全部表示してるんで見にくいかもしれないですけども、これ善蔵さんのね、アカウントの方で、今も配信されてますので、よかったらね、Twitter アカウントをチェックしていただいて、見ていただけると嬉しいなと思います。またページでない方も読んでいただけると心構えができると思いますので、はい。はい、では次です。これが善蔵さんちののんびりな日常最新作ってことになるんですよね。そうですね。これが一番今の私のリアルに近いエッセイ漫画になってます。愛犬のレイトン君と、あと愛病のガブリエルちゃん。すごい名前やな。そうなんですよ。でガブリエルちゃんっていうすごい名前になった経緯っていうのも収録されてるので、これもぜひ読んでみていただければと思います。この2匹がいるおかげで私は引っ越しができなくなりました。だけどあれですよね、こういった本全部電子で配信されていて、大体皆さんお持ちのいわゆる漫画が読めるアプリだったり媒体だったら買って読むことができるということですよね。そうです。結構お手頃なお値段で配信されているので、もう今日何もすることない暇っていう時にダウンロードしていただけると面白いんじゃないかと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、では、ここからは戦場の風雅の、お話に、戻させていただいて、改めまして戦場の風雅という、タイトルの、ご紹介をさせていただきます。めくりましょう。はい、昨年ですね、2021年の夏に、サイバーコネクト2の初の、自社パブリッシングタイトルとしてオリジナルゲームとして、発売させていただきました。PV ありますのでちょっと見ながらね説明していきましょう。ドン。これは12人の子供たちの希望を描く物語。
子供たちの前に現れた古代兵器タラニス。彼らはタラニスに乗り込み、囚われた家族と奪われた故郷を救うため荒野を進んでいく。道中では強大な侵略者ベルマン帝国の軍隊が立ちはだかる。3種の砲座を駆使し、強力なスキルで立ちふさがる敵を殲滅しよう。戦いの合間、子供たちはタラニス内で生活をすることになる。調子はどうだ？子供たち同士が交流を深め、信頼度が上がると特別なやり取りを開もうちょいあるかな、もうちょいいけるかな、いけますね。はい、昨年ですね、発売させていただいて、実はこのゲームパッケージがないんですよね。ダウンロード販売のみに、なっておりまして、その代わり任天堂スイッチから PS5 まで、ありとあらゆる、ゲーム機ですねで、遊ぶことができるようになってます。で、パソコンで遊ぶSteam なんかも、あと、エピックゲームズストアですね、なんかでも、購入して遊ぶことができるようになっておりますので、大体ワンプレイ、うちのモニターだと15時間ぐらいのプレイボリュームになってるかなと思うんですけども、結構ね、人によっては20時間とかね、なんか時間かかる方もやっぱりいらっしゃいますね。かかりました。ゼンさんどぐらいだったプレイした時1周目がブルッドブレスト戦でだいぶつまずいて、でこれ強くてニューゲームになる。はい、もちろんです。はい、なので周回重ねていくとどんどんスムーズになっていくっていう感じですね。はい。結構でも時間は何日ぐらいはかかる。まあそりゃそうやね。いや、ありがとうございます。はい、そんな戦場の風雅ですが、好評発売中でございます。そして、もう一個ですね、PV がございまして、昨年、発売された、あとですね、世界中の、いわゆるゲームのレビューサイトっていうのがあるんですけども、そういったところで、ご覧の通りですね、非常に高い評価を、していただいておりまして、大好評、いただいております。で、売上の正味な話、半分はもうアメリカですね。一番売れてるのはやっぱアメリカです。で、その次が中国なんですよね。で、その次が日本って感じですかね、こう売上の順番でいうと。で、その次は他のまた細々した、国や地域にはなってるんですけども、やっぱりアメリカはこういう RPG クラシカルなね、スタイルの RPG が好まれるっていうのと、やっぱり、獣の子供たちとか、あと戦車でね戦う RPG っていうところがやっぱ、受けているようです。はい、ではですね、今日せっかくなので、この戦場の風雅のですね、デラックスエディションという、ものがありまして、それについてちょっと軽くお話をしていきます。めくりましょう。戦場の風雅はですね、通常版とデラックスエディションと、両方、出ておりまして、通常版は税込み4180円で、販売されているんですけども、デラックスエディションはそれに、大体2000円ぐらいですね。お値段が乗っかっていて、書かれている通り、6380円という、価格で、販売されております。で、通常のゲームソフトに加えてですね、アートブック、いわゆる設定資料ですね、の、これデジタルです。それが、ついてくるっていうのと、あとサウンドトラック。それに加えてゲーム内で実際に使えるコスチュームだったり、一発だけ、自分で撃てるソウルキャノンですね、子供たちの命を使わずに撃てる、ダミーソウルっていうのが、データとしてついていたり、それ以外にもゲームの中でお役に立てる、アイテムセットなんかも、封入されております。でですね、今日はちょっともう一枚めくりましてですね、このデラックスエディションに、含まれておりますデジタルアートブック、こちらをですねちょっと、チラ見せしながらですね、中身の話をちょっとしていきたいなと思います。さあ、では、早速ですがめくりましょう。はい、これ表紙ですね。こんな感じになっております。でめくります。はい、目次がありまして、キャラクターデザインとかから、順番に、入ってます。じゃあまず、いきましょう。はい、これマルト君のページですね。か
かわいい。いやー、可愛いですよね。はい。左側にあるのはね、実際にゲーム内で使用されている、画像ではあるんですけども、右側にあるのは、開発の時に作られた、最初のイメージボードだったりね、そういったところからちょっと等身が高かったりとかなんかするんですけども、右下にあるのはこれなかなかね、見る機会もあんまないかなと思うんですけども、ゲームの中で3D データがありますので、三面図が、作られて、おります。実はね、ゲームなので 3D ゲームなので、こういう三面図をもとにCG クリエイターが、キャラクターモデリングをしていくということですね。なかなかこういう、お洋服を線で捉えて、でなんでしょうかね、書きやすいっていうか分かりやすくなってる資料っていうのは、なかなか見る機会がないので、こういうアートブックが出てくれるのは本当にファンとしては嬉しいですよね。ありがとうございます。私も大体ね、こういうゲームのね、制作過程において生まれるいろんなボツ案のデザインなんかもいろいろあるんですけども、そういうの見るのがやっぱ私昔から好きで、なので他社さんのね、設定資料集なんかもよく買うんですけども、やっぱ自分たちでねオリジナルゲーム作るんだったらこういうのはやっぱ見たいよねと思って、つけさせていただきました。ではちょっと次行きましょう。メイちゃんですね。はい。かわいい。可愛いですね。ちょっとね、右下にね、なんかいやんな、裸がね、映っちゃっていますけども、正味の話ね、ゲームってレーティングってあるじゃないですか。はい。いわゆるレーティングって言っても、法的な効力がないので、あくまで推奨ではあるんですけど、実はこのメイちゃんのね、裸のこの設定の、こともあってですね、実はレーティングが C っていうね、ちょっといろんなところに引っかかりましてですね、それでも結局掲載したまんま発売したっていう、ことではあるんですが、ゲーム内では実際に裸のデータはね、出てこないんですけども、見えないところまでこうやって、デザインをしているということを知ってほしくて、実は入れさせていただいております。で、次めくりましょう。はい、ハンナですね。はい。で、これもね、同様に、ハンナちゃんは右下のね、デザイン見てもらったら分かるんですけども、このワンピースの下にどういうふうに足があってね、入ってるかっていうのがデザイン的には、書かれているということですね。はい、じゃあ次行きましょう。カエルくんです。で、実はですね、戦場の風雅って12人の子供たちが、登場する、RPG なんですけども、ゲームの冒頭ですね、物語の始まりっていうのは実は6人しかいないんですよね。で、村が襲われて、その最初の村の6人っていうのが今、紹介している、子供たちになります。私カエルね、デザインすごく好きなんですよね。やっぱり都会から来た一人だけ来たっていう設定があって、で一匹だけやっぱり一匹っていうか一人だけちょっと洒落た感じがするんですよね。タイの結び方もそうですし、あとシャツの出し方なんかも、ちょっと他のなんか田舎育ちのナチュラルな感じのキャラクターとはちょっと違うっていうスタイリッシュさがこの子にはあると思います。ありますよね。そういうのがね、デザインと表情にもしっかり出てるなって思います。あと態度とか、こういうなんか今設定資料集の中で背もたれにシーンがありますけど、こういう動作なんかでもすごいキャラクターが出ていて面白いですよね。さあ、では次です。はい、出ました。ボロン君ですね。大人気。いやー、人気なんですよね。はい。で、前回ね、伝蔵さんにゲストで、ご出演いただいた時にも、色紙、書いていただいて、ボロン君のね、リクエストがありましたけども、はい、そんな、大人気ボロン君でございます。次行きましょう。はい、6人目、最初の6人の、最後になりますけども、ソックスです。はい、かわいいです。最後好きです。ちょっとね、このテンパーでメガネでね、背が低くてっていうところがね、そうなんですよ。博士キャラっていう。はい、眉毛が他のキャラクターよりも若干短い感じで。いや、そうね。はい、あとおでこ広めに取ってあるのって、これおでこ広いと賢そうに見えるんですよ。そうなんですよね。多分そういうところも狙ってデザインされたのかなって思いました。あとメガネオフしてるシーンは本編だと出てこないので、これもアートブックならではですよね。はい、ありがとうございま
ますで実際のアートブックにはねもっといろいろ載ってるんですけどもちょっと、全部見せてもねあれなんで、飛ばしますね次は、メカニックを、紹介していきたいなと思います、メカデザインがこちらになっておりまして、子供たちが、登場することになる、戦車タラニスですねはい、でこれは割と初期段階の時に書かれたものではあるんですけども割とデザインはね最初から最後まで大きく変わることはなく、最初に決めたシルエットがね、実際に作ることができたかなと思ってます。ちょっとめくりましょう。はい、これが実際のゲームにね使用されたデザインと実際のデータだったりするんですけども実はこの戦車もね3D データで作られてますので、やっぱり三面図がありましてこういう三面図を実際に CG ツールの中でね確認しながらCG クリエイターがモデリングをねしていくんですけどもあとプラモデル作られてましたよね。はい、うちのねデザイナー、福岡本社にいるデザイナーの三好がねプロモーション用にちょっと作ってってお願いして作ってもらいましたはい、なかなか精巧なねすごかったですね、戦車になってるんですけどこれ残念ながらですねこう飛行機に乗せられないんですよサイズ的に。引っかかるんですよね手荷物として持っていけないので、福岡にあるんで福岡でなんかイベントがねもしまた近い将来できればね、こう展示とかもね見てもらえるといいなと思うんですけども、今、福岡本社の応接室に、飾ってございます。はい、では次行きましょう。ここらイベント内ですねイベントイラストになるんですけども戦車の中で子どもたちはいろんな生活をしながら、旅をすることになりますでいろんなパラメータを、アップさせるために、料理をね、みんなで作って食べたりとか、釣りをやったりとかっていう、システムがあるんですがその時に、挿入される、イラストということになりますそれで次ですはい、戦車内の施設だったり、ちょっと右側にねトップシークレットって書かれてますけれどもはい忌まわしい兵器ですけれども、ソウルキャノンという、これ恐ろしいね、キャノンを、積んでるのがこの戦車タラニスの特色でございますはいでめくりましょうはいちょっとねソウルキャノンの次はあるんですけどはい右側にあるのが、この戦場風画に登場する、敵国、ベルマン軍の、敵戦車ってやつですねはいでこれがですね多分デザインなので、そのまま残ってるよねこれねはい残ってるねデザインだから皆さん見えてますかねこれよう引っかからなかったなけど中国でこれから展開するときは直すのかはいこれ皆さん分かりますデザイン右にある戦車の真ん中にあるマークあるじゃないですかこれ実は初期のベルマン軍のデザインだったんですよね、でデザインした時はこれでしたで実は途中までこれで作ってたんですよ作ったんですけど、このマークがですねなんとなく皆さんも分かるかと思いますけどもとある、特定の、国や地域、もしくは過去いた団体をね、連想させるのでダメですと。いうので引っかかって乗っとるやんこれ抜け道やんはいあくまでデザインなのでね、はい、ゲーム内には含まれておりませんのではいでは行きましょう次ですはい見ていただいている通りですねやっぱこういろいろ試行錯誤しながら敵の戦車のデザインもやってったんですけどもやっぱねこの耳がついた瞬間にこれやなこの世界観っていうのはねだからこう全部こう獣のシルエットにしてしまうと可愛くなっちゃうじゃないですか。なんで戦車のこの敵国のねこのミリタリー感も出しつつやっぱこの世界独特のっていうのをいろいろ模索してる時に生まれたデザインですね。これ多分プレイしていて最初に出てくるヤクドフントとかザコって言っていいんでしょうか、のタンクなんかからもうすでに耳がついてたりするので、プレイしていくとこいつにもっていうのがちょっと発見になってきますよね。あとピンって耳が立っているのも、ベルマンに栄光あれみたいな雰囲気があるので、これもちょっとみんなプレイしながら見ていただきたいですこれは。はいでは次です。この辺ぐらいからだいたい中ボスとかね、に、登場する、ちょっと強敵型の方なんですけどだからなんかすごい特徴的な形してるんですよね。
そうですよね。うんなんか真ん中ら辺に三角の言いますけど、うん勝手におにぎりって呼んでるんですがこれのうまい倒し方がいまだにわからないんですよ。なので誰か早い人教えてほしいです。はい、で、次です、ここからちょっとボスですね。はい、ボスもちょっとこういう特徴的なね、デザインになっておりまして、結構やっぱ戦場の風雅は必ずショーの最後に、ボス戦があるんですけども、このボス戦がなかなか毎度強いですよね、正直。強いですね。強いですよね。私も油断すると気が付いたら負けますからね。でやっぱね、ソウルキャノン使った方がいいわよみたいなことを言ってくるシステムなんですよ、このゲームって。だからね、クソラジオ黙れみたいなことをね思いながら、ぜひ遊んでほしいなと思います。さあでは次のページいきましょう。はい、まあちょっとね左側にまだボスがいますけども、ここからは、ゲーム内のアートワーク、ちょっと見ていきましょう。はい、左側はね結城信輝さんに書いていただいた、メインビジュアルということになってますが、右側にあるのは開発の結構初期段階に、書かれた、イメージボードになります。そしてはい、こちらは美術ボードですね。で各エリアはこうやって基本横向きの画面なんですけれども、で実際にはこれ 2.5D って言って 2D と 3D の技術両方を使って、ゲーム画面は、構成されてるんですけども、最初に必ずこうやって、美術を一回、作ってですね、それから、このイメージに合わせて 3D モデリングをやっていくということですね。はい、で次めくりましょう。はい、他の、バリエーションですけれども、この辺はもう、3D データのスクショになっているかな、この辺は。はい。はい、でめくりましょう。はい、で実はこの右側にあるのは、ゲーム内に登場する遺跡なんですけれども、この遺跡もですね、こうやってイメージボードを作ってですね、そこから、これ元に 3D モデリングをしていくと。なので結構ね、私こういうイメージボードとか見るのも好きでね、なのでそういうのもねいっぱい、見れますので、ぜひ、このアートブックですね、ぜひ見てほしいなと思います。はい、めくってください。はい、まあこういうのがいろいろ収録されております。で、大体、80ページぐらいのボリュームになってますので、結構読み応えあるかなと思います。では、改めてになります。めくってください。はい、戦場の風雅デラックスエディションは、好評発売中でございます。で、通常版をね、まず買って、後からやっぱりデラックス欲しいなっていう人は、アップグレードパックで、購入することができるようになっておりますので、お好きな方から、始めていただけると、いいのかなと思います。はい、では、次です。はい、最新情報のコーナーでございます。めくりましょう。はい、実は、つい先週ですね、最新のダウンロードコンテンツ、第2弾、テーマは侍と、いうことで、新たなコスチュームパックが、配信されました。で、今日はですね、この侍コスチューム、実際のゲーム画面ですね、また前回同様見ていただこうとは思うんですが、はい、今日はね、ちょっとそのコスチューム使って善蔵さんにね、はい、実際のゲームをプレイしてもらおうかなと。思いますので、はい、はい、ではお手元のコントローラー、はい、ご用意いただいていいですか？はい、はい、もうすでに、画面に出てると思います。これ戦車タラニスのね、インターミッションって言って、定期的に止まるマスがあるんですけども、そこの中で子供たち同士の、交流を、図るパートになってます。で、コスチュームをですね変更すると、こうやって、子供たち、全員がですねあるテーマに、のっとった形で、コスチュームを着替えてくれるということですね。今これプレイキャラクターがボロン君になってますね。はい、はい、じゃあちょっと動かしてみましょうか。はい、はい、じゃあちょっと分かりやすいように明るい方に行ってみます。見てください、お腹がドーンとボロンちゃんらしいですね。わかりやすい体型してますよね。プリプリプリ尻尾振りながら歩いてます。はい。今回ね、侍をテーマということで、みんながみんな実はね、侍っていうわけじゃなくて、着物着てるキャラクターがいたりね、忍者っぽいコスチューム着てるキャラクターがいたりなんていうのが、あります。ソックスくんなんかね、陰陽師の格好してますからね。そうなんですよ。割とジャンル縛られるというか、浪人がいたりとか、忍者がいたりとか。はい、じゃあちょっと上行きましょうか。はい。はい。またなんか動かなくなってるんですけど。は
はいじゃあちょっと今のうちにボロンちゃんがすごく反響があったので、ボロンちゃんの話をしてもいいですか？はいはいどうぞ。まあ、前回色紙を書いた時に、一番人気のキャラ、需要のあるっていうか人気のキャラクターのアンケートを取ってみたんですけど、その時にやっぱりダントツでボロンちゃんだったんですよ。なんでボロなんでしょうね。なんか皆さん強そうとか優しそうとか、あと丸くて可愛いってこあとはよく聞きますね。なるほどね。まあけどね、うちの社内モニターではね、最初にソウルキャノンのそのチュートリアルで誰の命捧げるみたいな時になった時、一番最初やっぱボロンちゃん多かったからね。そうですね。まあ後からみんなね、ボロンに謝ることになるんですけど、心の中でね。なりました。色紙のプレゼント企画の時にコメントを結構つけてくださった方が多かったんですけど、やっぱり皆さんボロンちゃんごめん言いますよね。で今日ですね、この、タラニスの中の、観測室に行くとですね、一回見つけた遺跡をですね、改めて遊ぶことができるようになっております。せっかくなので今日、前田さんにプレイしていただくのは、月の神の神殿の、レベル3。これですね。結構後半の方なんですけども、まあ難易度ちょっと高めになってますが、挑戦していただこうと思います。はい、じゃあ、3キャラ選んでいただいて、誰いきます？あ、ソックス、ボロン、なるほど。じゃあ女の子いきましょうか。あ、はいはい。椎名ちゃんで。なるほど。うわーって行くといきなりいるんですよ。いるいるいる。これが結構ここはね、ある意味こうパズルアクションではあるんですけども、なかなかドキドキするよね。ためるー。怖っ。弾もうないよ。そうですね、ないですね。下くぐる。そういうことそういうこと。わかっためっちゃヒヤヒヤするんですね。こいつもいけるのかな。あ、なんか鍵がないとそうなんですよね。宝箱開けられませんから。うわ、できるよ。さあここに開きましたね。はい。子供たちはトイガンっていうね、まあ、おもちゃの銃を撃つことができるんですけども、はい、もうこの弾がね、現地調達なんですよね。はい、こうやって拾うことで、はい、左上に出てる通り、今5発撃てるようになりましたんで。そうなんですよ。さあ、けど鍵がないですね。ないから戻って。ちなみにこれダッシュができるっていうのを最初知らなくて。あ、知らなかった。物語進行中に出てくる遺跡と、普通に死んでるやん。普通に死にました。これって倒した方がいいかな。なのでこの3人で来てるので、1回ワンダメでも死んじゃうんですけども、まあ死ぬっつってもね、実際に死ぬわけじゃないですけども、3人死なずに、お宝を持ち帰るっていう、まあミニゲームみたいなもんかな。もしかしてですけど、こいつもおりゃー。おーい、当たってるよ。もうあと椎名だけです。もうあとないよ。弾あるから私の操作が一発で死なないからね、こいつね。そうなんですよね。3発よし。あ、鍵ありましたね。はい。そう、物語中に出てくる遺跡と、実際に行けるインターミッションから行ける遺跡が違ったりとかして、これってもう開けちゃいます？開けていいと思いますよ。まあ本当はね、敵全部倒したりとか、配置されているアイテムをいっぱい集めてきた方がランクは上がるんですけども。弾が3発残った。いや、そうだからこれ弾は全部きれいに使い切ることできるんですよね。レベルが上がりました。はい、おめでとうございます。連絡ノートが出てます、ね。はい。さあ、では、スライドの方に戻していただいて、はい、今、ご覧いただきましたけども、コスチュームはね、戦車の中で、子供たちの衣装が変化するだけではなく、ご覧いただいた通り、遺跡の中でも、新しい、変更したコスチュームに切り替わるようになってますので、
ぜひ、皆さんねお好きな、コスチュームで、プレイしてもらえればと思います。で第1弾第2弾と、好評配信中ではあるのですが、第3弾を、5月に配信予定でおります。どんなテーマになるのかというふうなことも含めて、また、公式サイトと、公式、Twitter の方で、案内させていただきますので、ぜひ、楽しみに待っててください。はい、でですね、ここでちょっと視聴者の方から、ご質問をちょっと1個いただいておりますので、お話ししていきたいなと思います。ちょっとスライドから我々に切り替えてもらっていいですか。はい。なんかですね、キャラクターの制作について、なんかこう、あっさり決まったり、難産だったりしたキャラクターっているんですかっていう、ご質問をいただいております。ですね、最初にゲーム作るときって、システムと設定とデザインって割とほぼ同時に進行していくんですね。なので、12人のキャラクターが登場するっていうのと、それぞれの設定や、バランスっていうのを作って、で、ラフを作ってって言ってやっていくので、こいつだけ特に時間かかったみたいのは、あんまないよな、新里。いや、俺の目の前に見えてるからさ、せっかくなんで。ブリッツだけは最初になかったんですよね。ブリッツいなかったね。あれが後で追加されて、後で追加したよね。最初実はこれは難産とかっていうことじゃなくて、もともとはね11人だったんですよ、子供。へえ、新事実です。いやそうなんですよ。で、システム上後で、ブリッツは追加されたんですけど、じゃあなんで11人って言われると、それはおじさんたちからするとね、子供たちが言うと船のようなね、宇宙船のようなね戦車に乗って旅するんだったらそれは11人でしょっていうね、そういうある種のこうメタファー的なね、ものがありましてですね、11からスタートしてたんですけど、途中でそれも自分たちで変更したっていうね。デザイン面で詰まったのはあんまないよね。ね、割と、サクサク、いったかなとは思いますね。はい、こんな感じで、次の、コーナー行きたいと思います。では、告知のコーナーでございます。スライドに切り替えてください。はい、めくりましょう。はい、そんな戦場の風話ですけども、Steam 版が、今現在セール中でございます。20% オフの、セールですね。週明けの月曜日、4月4日まで。で、これSteam ってパソコンでね、ダウンロードして、購入することができるんですけども、日本だけじゃなくて全地域が、対象となってますので、世界中で、この、セールが今現在実施中でございます。よかったらこれを機会に皆さん、お買い求めください。そしてもう一つ。任天堂スイッチ版も、同じく、セールが、やっております。で、実はこれ昨日から始まったばかりなんですけども、こっちはちょっと長いです。4月の10日まで。ただし、日本、韓国、香港、そしてアメリカのみと、なっておりますので、こういうふうにね、各ゲームのそのプラットフォームごとにね、セールって実はちょっと違うんですよね。しかもこれ我々だけで決められないので、順番にまた、こういったセールが出てきたら、公式ツイッターなんかでも案内していきますので、よかったらね、今、ご覧いただいている皆さんは、対象の地域となっておりますので、ぜひ、これを機に遊んでもらえると嬉しいなと思います。そして、本日初めて出します情報、新情報を、公開します。こちら。はい、戦場の風が、オリジナルサウンドトラックの発売が決定しました。今日ご紹介しましたデラックスエディションにもね、サントラついてますよって言いましたけども、実は十数曲しか入ってないんですよ。で、代表的なところだけをね、入ってて、こっちで満足度高いんですけども、実はですね、1本のゲームソフトの中に60数曲実は曲が、戦場風がありまして、それらを全て、余すことなくですね、2枚の、CD に、収めさせていただきました。ボリューム1とボリューム2と、同時発売予定してます。で、発売時期なんかもちょっとまだね、明記させていただいてないんですけども、今一生懸命作ってます。で、予定では多分5月ぐらいかな。で、もともと多分ね、街遊びっていう、四国でやってるね、恒例のイベントがあって、今年こそね、そのイベントが実施されて、そこでこう販売できるといいよねみたいなことを、イメージしながら、一生懸命作っているんですが、肝心の街遊びがどうなるか分かりませんので、はい、
どこで販売されるとか、まあ大体うちの EC サイトとかね Amazon とかで販売、しますで、これ物理と電子と両方やろうと思ってますので、また、これは公式サイトの方で、ご案内していきますので、続報をお待ちください。5月ぐらいの、予定です。はい、では次の告知です。はい、戦場の風が鋼鉄のメロディー、好評連載中なんですが、ファミツ.com で、足立貴文先生による、公式コミックライブですね。で、第1巻が、つい先日、発売と、なりました。でこちら電子媒体のみということになってまして、まあ Amazon Kindle から、まあいろんな、電子媒体で大体全部、百何十個ぐらいのアプリで全部購入可能と、なっておりますので、はい、まあ電子っていうのもあってたんですけれども、実は1巻、値段めっちゃ安いです。385円っていうね、税込みで、はい、お求めやすい価格になっておりますので、子供たちの始まりの冒険、ぜひ、漫画で、確認してもらえると、楽しんでもらえると、嬉しいなと思います。では、めくりましょう。はい、これ、全蔵さんの告知でございます。お願いします。はい、売り場は今日も戦場ですが、セールになっております。この放送に合わせて特別にちょっと4月1日から4日までの期間限定となるんですが、放送に合わせてなの？毎回この放送に合わせてます。うわー、いやー、なんかありがとうございます。しかもめちゃめちゃ安いやん、1巻。すっごい安いですね。はい。1巻目が41円。すごいね。で、2巻3巻が半額になっておりますので、この機会にちょっと業界の闇を見ていただいて、ちょっとみんなに怒りをシェアしたいと思います。だけどね、アパレルって洋服屋さんじゃないですか、はい、すごい身近なね、どこの町にだって洋服屋さんってあるけどさ、その裏側でこんなこと起きてんのっていうのがね、多分誰が読んでも面白い漫画だと思いますんで、私も全部持ってますんで、ありがとうございます。はい、売り場が変われば客層も変わって、まあね、変わります。そんなセールですが、今日からなんですよね、これね。はい、今日から、週明け月曜日まで。そうです。はい。期間限定です。はい。なので、皆さん、お手持ちのね、漫画アプリでも、はい、Kindle でも、チェックしてもらえると、いいかなと思います。さあ、では、いよいよ最後のコーナーとなりますが、皆さんお待たせしました。ライブドローイングのコーナー。はい、やります。はい、前回もね、さっきちょっとトークで話してましたけども、はい、リクエストがあったんですよね、ツイッターで。そうです。それでボロンちゃんしたんですよね。そうですね。前回はね。はい、前回は第1回目ということだったので、せっかくだったら皆さんがこれ書いてほしいっていうアンケートを取りまして、で結構他にブリッツくんとかジンくんとか、あとハクスなんかもリクエストあったんですけども、一番多かったのがボロンちゃん。へえ。で前回色紙を書いた後にもボロンちゃんまた書いてほしいっていうコメントがバンバン来てたんですけど、なるほど。ちょっと2回連続でボロンちゃんは控えまして、まあそうね、さすがに愛しすぎかもしれんね。はい、一押しすぎたので、はい。じゃあ今日はどうしましょう。今日は。今日はですね、またアンケートを取りまして、なるほど。はい、今回多かったのがハンナさんでした。ハンナさんでしたね。それなんかちょっと意外ですね。そうなんですよ。ハンナさんのアンケートのコメントにみんなのお姉ちゃんとかみんなのお母さんとか、まあもちろんね、ポジション的にはそういうポジションですけどね。そうなんですよ。っていう声が来てたので、もうその印象もあって今回はハンナさんに。なるほど、わかりました。では、スーパーカメラを、全蔵さんの、手元に、切り替えていただいて、美女の美しい手が映っております。はい、今日も問題なしです。あらかわいい。これあれですね、薄くなんかこう当たりみたいのが見えてはいますけども、今日もあれですよね、ちょっと早めにサイバーコネクト2東京スタジオに入っていただいて、はい、実は楽屋で書いてもらってたんですよね。そうです。はい、ではさーっとやってます。ここからはスムーズに作画の方を、お願いします。はい、それではトークをお願いします。はい。お話でね、つなぎながらになりますけども、結構やっぱ江野さんツイッターとかで、ファンの方々にこういっぱい話しかけてくれるじゃないですか。そうですね。オタクなので。結構やっぱ戦場の風雅の話、皆さんこういろいろ絡んでくれます？
そうなんですよ。海外からも海外も海外の方からもコメントが来たりとかするので、たまになんか拙い英語で喋ってみたりとかしてるんですが、あとこの間さ、はい、ツイッターのスペースでね、はい、ゲーム配信してたよね。しました。動画配信をしました。ゲーム画面一個も映んないやんスペースだと。そうなんですよ。音声配信だからね、あれ。スペースしか知らなくて、で、まあとりあえず一人で家でプレイしているのもちょっとこう寂しいじゃないですか。だったので、まあスペースやったことないし、誰か聞きに来てくれるかなと思ったんですけど、そしたら社長がまさかの飛び入りを。いや、ツイッターパッて見たらさ、あなたがスペース配信してるから、ジョンさんスペース配信してるって思ってみたら、ゲームプレイしてるやん。しかも無言で。無言です。俺聞いてみたらさ、はい、美しい戦車の音だけが聞こえてね。そうなんですよ。何やっとんじゃこの人はと思って。途中で手を挙げさせてもらってさ、まああなたも気づいてさ、ちょっとだけね、10分ぐらいでね、お話させてもらいましたけど、はい、普通ツイッターライブやん。ゲームの実況配信とかするんやったらさ、ツイッターライブの存在を知らなくて。嘘でしょ。ツイッターライブって何なんですか？今なんならツイッターライブでも配信してますからね、これ私の。そうでしたね。これ実はですね、今日はYouTube と、Twitter ライブと TikTok ライブと、それぞれ配信をしているんですけども、まあ、実際どんな形で配信されてるかはちょっと分かりません。はい、後で確認しますけども。いやけどこれからあれですか、まあ、今日もなんか今日ぐらいまでなんかこう顔を隠してね、はい、全像かっこ美女っていうのをもうちょっと引っ張るのかなと思ったけど、はい、普通に撮ったね。喋りづらかったので前回ね。前回いやもうね、まあなんでね、まあ今日初めてご覧になられてる方もいらっしゃると思うんで、なんで善蔵さんのね名前の横に「かっこ美女」って書いてるかっていうと、いや俺善蔵さんのツイッター見ててめちゃめちゃ面白かったのが、この人ね、なんかこう自分でなんかアクセサリーとかをねいろいろやられてて、それをなんかこう撮って自撮りで撮ってアップする。だからこう顔がこう半分見えてる状態でね、こうアップするとアップするたびにフォローが減るっつってなんでだよっていうのをツイートされてて、美女やろがっておっしゃってたのがめちゃめちゃおもろくって、なのでゼロさんこの番組にねゲストで出てもらうってなった時に、じゃあうち告知する時に全蔵さんかっこ美女って書いて告知するわっていう流れからの、今に至ります。自分で、そう、最初は自分で言ったんですよ。言ってたよね。けど俺ほら定期的にさ、最近けどツイッターとかでもこう自撮り、上げてるじゃないですか。はい。だからあとなんかほらアクセサリーかなんかを、あれは何作るの売るの？あれは集めて売ってる感じですね。集めて売る感じなんだ。はい。そういうのをだから今やろうとしてる、やってる？これからやる？今なんか具体的に言うと、海外とかからヴィンテージのアクセサリーやバッグや小物なんかを集めてきて、でそれを売るっていうかお店を持ちたいなっていう野望があるんですよ。お店ってオンラインとかじゃなくてってこと？まあ、将来的には実店舗があったらいいなと思うんですけど、まあ、しばらくはオンラインで、でそのために古物商の許可申請をする必要がなかなか本格。あと漫画家だよねそうなんですよ。じゃあもうそれはもう二足のわらじでいくぐらいの感じってこと？まあそうなんです。将来的にはヴィンテージショップをやっていて、おしゃれな漫画も描ける美女かもしくは漫画も描けてヴィンテージショップもやってる美女情報が多すぎるっていう肩書きを持つのが夢です。なるほどね。そういうのやりたいってことなんだ。そうなんですよ。まあ、な
なんかアクセサリーが好きなんですよね、昔からだからアパレルとかに入ってああなるほどね。でなんかとんでもないクレーマーと戦ってみたりとかしてさあ漫画を読んでいただけると、いい人間っていろんな人いるなって思いますね。まあね、まあけどじゃあそれでこうアクセサリーだからイヤリングとかを紹介するのに自分を取ってっていうやつだったわけじゃないですか、あれって。そうなんですよ。けど定期的にほら最近顔出ししてるじゃないですか、ツイッターでも。フォロワー減るんですか？なんかそういう話題の時だけ一人二人つって言ってもらいますね。なんやろうね、美女なのにね。と思うんですが。だけどね、もう今日こうやって番組でも普通にもう顔出しもしてるしさ、はい、もうね、でまたほらお店もねこれからまあオンラインリアル含めてやっていくっつうんだったら、もうほんと漫画かけてヴィンテージショップを経営する美女として、もう売り出していったらいいと思いますよ。そうですね。なんかいろいろやりたいことだけやりたい。はいはい、いいと思いますよ。そういうのが一番。さあ、ハンナさん大体視線ができてます。いやー素晴らしい、ありがとうございます。サインで日付もねちゃんといただいて、ハンナさんどうですか？書きやすい書きにくいレベルでいうとボロンとかと比べて。ボロンちゃんの方がなんか手癖でいけたっていう感じはします。ああそうですか。今日は4月の1日ですね。はい。ハンナさんの場合は線があんまり多く書き込みすぎると似ません。ああそうなんだ。はい。なのでまあ髪の毛なんかもなんか縁の方に少しだけなるほど、線を入れるっていうね。あとはもう束で書いていくとそれっぽくなるんじゃない。なるほどなるほど、わかりました。はいはい、ありがとうございます。ではちょっとカメラ切り替えていただいて、はい、ゼロさん、色紙持っていただいて、完成したものを前にドーンと出していただいて、じゃあちょっと、私にも色紙をください。はい、そちらでございます。ありがとうございます。はい、原田さんです。そしてですね、これは実はサイバーコネクト2の東京スタジオに飾ってある、マルト君の色紙でございます。前回ね、前さん来てもらった時に、書いていただいたんですけども、これは、プレゼントしません。ただ自慢しただけです。はい。で、今日はこの花さんを視聴者にプレゼントということで、はい、今画面出ておりますが、書いていただいた色紙、プレゼントになります。応募方法、読み上げます。Twitter アカウント戦場の風雅の、公式ですねを、フォローしてください。そして、戦場の風雅のハッシュタグをつけてですね、公式 Twitter からの、この敷地に関する告知、プレゼント告知の、ツイートをしますので、それを、引用リツイートで、戦場の風雅のハッシュタグをつけていただいて、よかったら感想やメッセージなんかもつけていただいた状態で、ツイートしてもらえると嬉しいなと思います。これが、いわゆる、エントリーと、いうことになりますので、締め切りは、書かれている通り4月の10日までの集計に、しようと思いますので、たくさんのご応募お待ちしております。はい、ということであっという間に、お時間となりましたが、全野さん2回目で、しかも、今回は顔出しと、なりましたけど、どうでした？喋りやすいです。やっぱりマスクないからね。じゃあもうなんかもう3回目もこれでいけそうやね。そうですね。次のキャラクターはまたツイッターの方で皆さんからどのキャラがいいですかってアンケートを取るので、その時にはボロンちゃんとハンナさんとあとマルト君以外の推しキャラをどんどん言っていただけると、私が一生懸命手で数えてそうね、手で数えるしかない一番多かったキャラクターを書きます。はい、わかりました。で、次の配信なんですけども、多分第3弾のダウンロードコンテンツの配信が5月の後半ぐらいに、なりそうで、その直後になりますので、多分6月の頭ぐらいに、
3回目の、この生配信、させていただこうかなと思いますので、その時にまた、皆さん、お会いしたいなと思います。今日は皆さん、なんかいろいろね、ちょっと機材トラブルありましたけども、はい、ご覧いただきましてありがとうございました。また次回、お会いしましょう。さようなら。